皆さんこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。同じくマリサだぜ。今回プレイするのはこのスマホゲーム、エージェント・オブ・アドベンチャー大地をかける冒険者たち。今日から DL 開始された新作スマホゲームだぜ。個人的にこういうタイプのゲームが好きだから、共有したいと思い動画化決定したよ。チュートリアル終了までを動画ではプレイしてるからよかったら見てってくれ。今回チュートリアル終了までお世話になるバネッサさんだよ。基本的にこのバネッサさんの言うことをまずしっかり聞いて学んでいこうね。私たちが何をするにもまずはここで建物を建築しないと何もできないってことを覚えておいてくれ。図らずともここでも街づくりをするわけだね。まあそうなるな。ただしこのゲームでは資金を払うことであとはお任せで建築してくれるから私たちはその後完成を待つだけだぜ。まずは酒場を建築するぜ。ふむふむ、つまりルイーダの酒場的なあれですな。そうだな。ちなみに待機時間が嫌だって人は女神像を消費することで短縮できるものもあるから安心してくれ。酒場の名前も決めることができんだ。ここはレ夢ム酒場だ。月とから来てるぜ、安心してくれ。レ夢ムは黙らせた。こういう感じで自分の愛着を持てる名称に変えるとより一層没入できるよな。それとここが一番大事な話だ。何せ取り返しがつかない設定だからだ。バネッサが説明してくれてるが難易度がかなり変わる設定でオフにすると二度とオンにできない。でも確かに難易度がかなり変わるんだね。ゆったりプレイしたい、仲間がやられるのなんて見たくない人はオフにするといいかもしれないね。自分のプレイスタイルで変更するといいぜ。そしたら先ほど作った酒場に早速移動だ。いい仲間がいるといいね。そうだな。でもどんな仲間でも大歓迎だぜ。酒場を任されてるラウレンスさんね、こんにちは。ザ酒場の親父って感じだな、こんにちは。ふむふむ。出会いは一期一会。一定期間でどこかに行ってしまうみたいだな。初期では2人編成で弊社を大きくすることで編成できる人数も増えるみたいだな。初期メンバーはこのロッテとラインの2人みたいだね。ロッテは精神力が高くラインは体力値が高いのが特徴か。ラウレンスが言うにはジョブがない今の状態だと体力値と気にしなくても良さそうだぜ。ふむふむ、ジョブに対する必要なステータスを気にする段階じゃないぜってことだね。筋力が装備に重要なステータスだから初期から重要なステータスってことらしいぜ。というわけでロッテとラインよろしくね。君たちの活躍がこの街を大きく変える私たちと共に頑張っていこうぜ。パーティにはリーダーが必要みたい。今の段階ではどちらにしても変わりはなさそうだから早送り。この段階ではあまり関係ないと思うが隊列の説明もしてくれてるな。つまり将来的には弓とか槍が使えるのかもね。パーティ名はレ夢ム星空冒険隊とするぜ。またか。そしたら武器屋と防具屋を作って購入していくんだけど大体今までの話の復唱みたいな感じなので省略。準備は終わったので街の外へ行こうかね。ロッテそしてライン。二人のそして私たちの初めての冒険が始まるぜ。と言ってもここから私たちができることは応援すること、帰宅を待つことだけなんだけどね。いやいやレ夢ム、最後に一番重要な行き先選びとその食料配給料という最重要選択が待ってるんだぜ。そんなの勝手にたくさん持って行って帰ってきたら返してもらえばいいんじゃない？何言ってんだ、食料は腐敗するだろ。そうしたらなくなるわけで帰ってくることなんてないぜ。そしてこのゲームではその食料の持ち込む個数をロッテとラインの旅に出れる日数値としてるわけだ。なるほど。つまり多ければ多いほど日数は増えて帰宅が遅くなるってことだね。ああ、そして日数が増えるだけじゃなくてより深く向かわせる場所を探索する、つまり強い敵にも遭遇するわけだ。レベル上げしようと食料たくさん持たせたらどんどん強い敵に突っ込んでいっちゃう。そして全滅、そんな未来が見えました。ロッテとラインを思うなら冷静にそして地道に探索していこうな。これはダンジョン別にメモ帳がある。自分なりの攻略法とか忘れたくないことはメモしていこうな。そしたら村長の名前をバネッサが教えてほしいそうだ。ここはそれはもちろん当たり前だが星空月とだぜ。まあここまで来たら分かってました。冒険の始まりだ。じゃあレ夢ム一緒にレッツエンジョイゲーム。あれ、こんなのやってたっけ？なんとなく今回はやってみたぜ。ちなみにここからは基本的に放置なんだけど今回はチュートリアルなので本来は女神像を使ってスキップするんだが無料でスキップできるからサクサクいけるぜ。なるほど、女神像とかはどうやって手に入るの？今はチュートリアルで無理だが広告動画を見て数個もらったり課金して手に入れることができるぜ。他にはログインボーナスだな。ふむふむ、他にはどんな課金要素があるの？これもチュートリアルだからまだ出てきてないが広告が下に少し入るんだけど800円課金することで製品版になり、広告を消すことができる。そして製品版のみで扱える施設何かもあるぞ。誤解されないように言うが製品版にしなくてもゲームは最後までプレイできるみたいだぞ。なら広告気にならないからって人はそのままクリアまでやればいいね。それじゃあ次に冒険に行く場所を増やすにはどうするのかだな。今回建築予定の石膏屋だ。ほうほう、難しい話は抜きにして新しいマップを開放するために探索をしてもらう施設って考えてくれればいいぜ。複
複数回やることで達成率もあるので100にすればとりあえずいいって考えればいいぜ。それじゃあ大体チュートリアル部分は終わったかな？そうだな。最後にリセマラ要素を考えるなら多分最初の仲間は変わるからそれくらいになるんじゃないかな。正直そこまで気にしなくてもいいね。だな。それじゃあ皆さん今日はこの辺で。バイバイ。マイクラの虫もできてないけどどっちも頑張っていこうよ。レッツエンジョイゲームズ。